お疲れ様です。今日も声優子さんに来ました。もう声優子さん最近ね、すごく足しげく通わさせていただいているんですけど、もうなんといってもこの関東圏でも魚影が濃くて、コンスタントに両肩が釣れてくれる素晴らしい池なので、今日も楽しまさせていただきたいなと思っているんですけれども、皆様もうご周知の通り、この10月大和さんから新製品の竿が発売されました。荒法師無天モデルチェンジということで、新たにまたリニューアルをされてですね、すごくかっこよくて使い勝手のいい竿が発売されましたので、今日はそのレビューをですね実調して、試していこうかなと思うんですけれども、僕がねあんな高級竿を一人でね使ってレビューしたってどうしようもないので、今日はもう大先生をお呼びしております。大和テスターであります生井沢先生です。よろしくお願いします。お疲れ様です。先生よろしくお願いします。いやこちらこそ今回お買い上げありがとう。とんでもございません。本当に僕も荒法師無天11尺を今回購入させていただいたんですけれども、この後現行モデルと1個前のモデルとの比較もちょっと取らさせていただければなと思うんですけれども、生井沢さん的に今回の荒法師無天、ざっくばらんにもう視聴者さんにどういった竿だとお伝えしたいですか？今回カレー法師が大和のフラッグシップって言われてましたけど、今回荒法師無天もフラッグシップに格上げというか、カレー法師と横並びみたいな形になりましたんで、ぜひ今日使って、使ってお買い上げになってもらって使ってもらって、でまた逆にね感想なんかも聞きたいなと。これ一応大和のテスターの生井沢さんの前で使わさせていただくんですけど、もう結構いいんですか？忌憚なきご意見言っちゃって。もう逆に何が足りないか言ってもらえればただズバリ僕は、かなり自信を持って作ったんで、今日金谷に使ってもらって多分足りないっていうところはないと思います。そのぐらいの自信はあります。もう本当に今日は楽しみでしょうがなくて、声優子さんに来ているので、ぜひ短い時間ではございますけれども、荒法師無天の良さを皆さんにお伝えさせていただいて、購入したいなって思っている方、ちょっと一助となればと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速無天の実況動画行ってみたいと思います。よろしくお願いします。それでは生井沢さん、荒法師無天の、今手に持っていただいているのが、現行モデルと旧モデルになってるんですが、ざっくりとちょっと違いを教えていただいてよろしいですか？今持ってるのが、金谷さんにお買い上げいただいた、11尺です。でもう一目瞭然、同じ11尺なんですけど、しまい幅がこんだけ違いますよね。今回の荒法師無天っていうのは、タフシ肉厚設計っていう形になってるんですね。タフシっていうのは要は小継ぎ、継ぎ数が今回の、11尺は旧、4代目に比べて一節多くなってるんで、このぐらいの差が出てます。ってことは現行モデルは5継ぎになってるってことですよね。そうです。今までの、無天は、見てもらっても分かるように、4本継ぎ、で今回の荒法師無天っていうのは、5継ぎになってます。ラインナップとしては、新しい無天は8尺から、5代目新しい無天は8尺から21尺の、10アイテム、で、8、9、10が、4本継ぎ、で11、12、13が5本継ぎで、15、16、18が6本継ぎで、21尺が7本継ぎ、あと先ほどお話にもあったんですが、尺数が変わると穂先が変わるんですよね。8尺から、15尺までがメガトップっていうソリッド穂先がついてて、16尺、18尺、21尺は、極細チューブラの穂先がついてます。それって違いってどういうふうに出るんですか？やっぱりチューブラ、竿が長くなるとどうしてもソリッドの方がちょっと重さが出るんですね。
でチューブラがやっぱ軽くなるんで、やっぱり、長尺になると少しやっぱり頭を軽くしたいということで、極細、0.9 のチューブラ穂先を搭載して、15尺までは頭の重さをそんなに感じないんで、メガトップっていうソリッド穂先をつけてます。ありがとうございます。あと今11尺をお持ちなんですが、現行モデルは5本継ぎ、全モデルが4本継ぎ、これ継ぎ数が変わると、どういったところが変わってくるんですかね。本来であれば継ぎ数が多くなれば当然竿は硬くなるんです。ただ今日、金谷さんにも使ってもらって分かると思うんですけど、ガチガチっていう竿ではないんですよ。で本来であればガチガチになっちゃうんですけど、そこが今回のやっぱり、設計の台湾の設計のすごい部分、で継ぎ数が、多くなればしまい込みが、短くなって多くなるんで、本来であれば太くなるんです。4代目5代目と比べた時に今回のが細いんですよ。なるほど。本来であればありえないんです。すっごいこれやっぱり設計能力というか台湾の技術が高い、ここまで、進化しているという部分だと思います。あと今回グリップの形状もちょっと変わってるんですよね。グリップ形状も力が入りやすいというか、やっぱり、大型のヘラにも対応できるように握りやすく、握り込みやすくなってると思います。さっき冒頭で今回の無点はタブシ設計というふうにおっしゃってましたけれども、タブシになると変わる部分ってなるんですか。結局節が多くなれば、台湾のかぶり論で言ったらその節ごとにパワーを貯めていくんで、1番2番3番4番5番と締め込んでいくときに各節がしっかりこうパワーを貯めて魚を上げようとする力が強くなるんで、しなやかなんですけど、粘り強い、だから要はしなり強い竿になってます。結構この動画を撮る前に軽くプラをしたじゃないですか。魚をかけた時にブレが少ないなってすっごい思ったんですよ。正直言って今日提灯でやってましたけど、表層に魚が湧いてるじゃないですか。だから正直言ってスレも多く出ちゃう、でもそのスレの魚もブレずにこうグーッと上げてくるような、隣で生枝さんの実況を見てて思ったんですよ。だからそういった面から見てもやっぱりこう竿の作りがしっかりしてるんだなっていうのが分かります。胴ブレがしにくい竿になってるんですね。でそのしにくさっていうのはやっぱりその小継ぎにすることによってでどうしても硬いだけだとやっぱりこうブレるんですよ。硬いだけだと、だこの無点の凄さっていうのはしなやかなんですけどパワーがある、パワーロッドになってるんで、そこがやっぱり一番の違いなのかなと。で今回本当にね、継ぎ数がちょっと15尺なんか6本継ぎっていうことで今までにない継ぎ数なんで、多分持っていただいて使ってもらえれば新しいこう調子っていうか新しいこう使った感触っていうのを感じてもらえると思いますんで、ソフトな、今日は底釣りやりたいっていう時なんかは、カレー奉仕なのかなと。でパワーのヘラを提灯でこう釣るっていう時なんかは荒奉仕無点っていう形で、極端に言うと、本当にねこう対比するフラッグシップになってますんで、ぜひね皆さんにもお使いいただければと思います。ありがとうございます。最後になるんですが、今カレー奉仕というお名前も出てきました。今回今持っていただいている竿、無点の、新しい現行モデルは、口線も違うじゃないですか。カレー奉仕と同じ竹地になりましたね。ということはやっぱりカレー奉仕と今度横並びになる。そうですね。袋なんかもカレー奉仕と同じような、シュー袋になって本当にフラッグシップ、カレー奉仕と荒奉仕無点は、全く同じ横並びのフラッグシップになりました。それで今おっしゃってた通りカレー奉仕と荒奉仕は対極線にある竿ということで、どちらの竿を持ってもらってもというか、カレー奉仕を今使っていただいている、お客様にもこの荒奉仕無点を持ってもらったら、喜んでもらえると
思える竿になってると思います。ありがとうございます。もうその説明聞いてるだけで僕他の尺も欲しくなってきました。ぜひ11尺だけとは言わず、はい、他の尺数もよろしくお願いします。わかりました。それではちょっと一度実調に移らさせていただいて、はい、今生井沢さんは現行モデルの12尺を、はい、お使いだと思うので、はい、ちょっとそちらの12尺でしなりだったり、はい、ちょっとそういった部分を見させていただければと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは生井沢さん、はい、実調をお願いします。はい。仕掛け今日はどんな感じですか？今ね、竿は、無点の12尺。はい。で、道糸は、棚ぼけしない道糸の 1.2 号。はい。で、針数は06です。で、針は、パワーマルチの、7号をつけてます。で、上っ張りが50センチの下っ張りが65。はい。浮きは今日はパイプですか？いやこれね、グラスムクですね。あ、グラスムクなんですか？はい、結構太めのグラスムクですね。セミロング、くし玉のセミロング、はい、スーパーセミロングという木をつけてます。ボディは9センチ。はい。お、いい当たり。今いい当たりしましたね。すぐに。無点は水切れなんかどうなんですか？今回、メガトップっていう、反りと先をつけてるんで、それも細い径なんで水切れはすごくシャープですよね。頭が残らないというか。はい、で長竿に関しても、極細チューラーをつけてるんで、水切れの方はすごくいいと思います。先ほど無点荒法師無点と枯れ法師のお話の時に、はい、もういろいろと枯れ法師を出す時から構想を練っていたって話されてたじゃないですか。そうですね、今のね枯れ法師がこう枯れ法師も同じようにテストして作っていくんですけど、その段階から、この当然今使ってる竿掛け極みっていう竿掛けなんですけど、これが同時発売だったんですね。その時からもう荒法師無点が、フラッグシップに、次は格上げするとフラッグシップになるっていう構想まで考えてこの、竿掛け、極みっていう竿掛けはだから今まで枯れ法師っていう竿掛けが出てたと思うんですね。枯れ法師って竿掛けではなく枯れ法師のこの段巻きで、名前は極みっていう形で発売したんですね。はい、で、無点も、載せてもらいたいということで、紋竹柄に。なるほど。だから、今の現行枯れ法師が、作る過程ではもうこの無点までフラッグシップの無点になるっていう、構想の中でストーリーが描かれてたんで。じゃあ結構満を持しての竿なんですね。そうですね。だからこの、竿掛けには、こうフラッグシップに合わせて枯れ法師と荒法師無点の、特徴を両方とも描いてる竿掛けになっています。この話っていうのはどこにも出てないマル秘の話なんで、はい、ありがとうございます。もう嬉しい限りです。そういうところ結構視聴者さん好きな人好きなので、金谷長江遊戯録のこの動画で初めて生井沢も話した話なんで。でもやっぱそういうストーリーがあるっていうのが今ここに着地してるっていう話を聞くと、はい、僕はもう本当に早く使いたいですね。はい、早く使いたいです。早く釣れってことですね。いや今ね僕のねもう何年前からもう、大親友って言ったら怒られちゃうけどね、はい、今後ろで浅草の野島勘次郎が見てるからね、はい、釣りにくいんだよ。いやもう野島さんにはこないだ十津原で出ていただいたばっかりなんで見ました両団子のね、はい、お話を。いや本当にまさかこんなすぐにお会いできるとは思ってなかったですし、まさか生井沢さんも含めてとは思わなかったです僕は。本当ね野島勘次郎とはね昔から本当にもうね仲良くというかよくしてもらって、今多分後ろでねもうこう積んだよって言いたいんだろうけどさ、我慢してんだろうけどね。でも野島勘次郎はもともと提灯じゃないから、はい、一番得意なのは両団子のかつけだからもうそういう木でしかやってなかった人だから、持丸さんとかねマジで。
大体野島館長なんかね、戸面さんの動画見たら結構大きい浮きつけてたけど、昔マッチ棒みたいな浮きしかつけてなかったんだから。本当ですか？そうよ。初めて聞きました僕それは。いや多分かっつけやらしたらめちゃうまいよ。でここからね普通にねこうセンターちょいずれか。いやーでもいい曲がりが取れました。ありがとうございます。ね、今みたいに簡単に魚が上がってきます。はい。ちょっと旧モデルも見てみたいなという気持ちはあるんですが、はい、使ってみますかね。あ、よろしいですか？はい、ありがとうございます。それでは荒法師の無点全モデルですね。そう、4代目ですね。はい。ちょっと違いを見たいんですけど、はい、もう持った体感的にやっぱりどうですか？ただ荒法師無点っていうアイデンティティっていうのかな、荒法師無点っていうその存在感は、4代目も5代目も同じような感じがします。はい。持った感じ全く別物っていう全然そういう感じはしないですよね。はい。やっぱり持った感じ無点っていうこの印象、握った印象はありますよね。でもやっぱり現行モデルの方がよりパワーロット今かけると分かると思うんですけど、まあちょっと11尺なんでね、尺数が違うんですけど、現行というか5代目今回のモデルの方が R 全体の R が大きくなってるんですよ。で全体の R が大きくなってるから、その分魚をよりこうパワー感を持って上げてくる。要はしなって魚を上げるっていうイメージですよね。で4代目の方が元にかけてちょっと張ってるんですよ。だから R が若干小さいんですね。はい。なるほどね。あとまあ継ぎ数も違うっていうのもまたありますよね。そうだから継ぎ数が違うために、5代目の方がしなやかなんですけど、その分こうパワーを感じる。普通継ぎ数が多くなれば竿ってこう硬くなるんですよ。はい。だけど継ぎ数が多くなっても同じような感じのこう粘り強さ、しなやかさは残ってるんで。ちなみに、なんで継ぎ数を増やしたんですか？それはもう明らかに、継ぎ数を増やすことによってそのかぶり論、パワー感をより増すために、なるほどね、継ぎ数を増やしました。はい。無点っていう竿自体が、荒干し無点自体がただこう硬い竿じゃなくて、硬いっていうよりもパワー、粘り強さっていうイメージだと思うんですよね。そこの部分をやっぱ強調するために、じゃあ何を変えたらいいか。正直言ってこの4代目ももう完成度が高かったために、じゃあ何をって言った時にそれが一つの突破口になったっていうのが、はい、いけ。ここの元の部分ですよね、はい、もっと大きく5代目のが入るんですよ。
ほど。今すごく曲がりもよく取れたと思いますけど、4代目も5代目も、はい、継ぎ目のところに取り出し、はい、銀虫食いっていう銀虫食い、はい、これ違いますよね。はい、3代目が銀虫食いで玉口のところが、はい、4代目が金虫食いなんですよ。はい、で今回の5代目がその3、4のいいところを取って、金銀の虫食いになってます。なるほどね。これは虫食いっていう、はい、まあ研ぎ出しっていうかね、虫食いっていう、まあ、そういう工法ですよね。はい、和のテイストにちょこっと派手さをこう入れてる、やっぱり皇室のなんかものに使われてる、なんていうのかな、こうきらびやかというか、はい、ちょっと強いイメージがあるでしょ。はい、それがやっぱ荒法師無天の強さというか。じゃあちょっと生枝さん、僕も荒法師無天使って実調させていただいてもよろしいですか。ぜひ感想お願いします。わかりました。じゃあ素人目線からの感想を述べさせていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。僕も無天の11尺かな。こんなね高級ロット久々に買いましたよ。逆に、見ていただいている視聴者の皆さんが分かりやすいようにするために、0から100の、はい、採点方式でいきましょうよ。本当ですか。いいんですか。はい、大丈夫です。僕なんかが採点しちゃっていいんですか。じゃあ重さはもちろん軽量竿じゃないんで、はい、ずっしりとありますけど、はい、やっぱりさっきの生枝さんの実調を見ててもその分すごいしっかりしてるから、このパワーロットの、はい、味はもう持った感じすごいいいんじゃないかなと思ってます。嫌な重さじゃなくて、はい、調子が伝わってくる感じ良い重さだと思うんですよね、はい、今回の無天は。でもこのわちゃわちゃの中でよく生枝さんもやってましたね。すごいでしょ。はい、提灯でこれ朝だな、メーターでやりたいぐらいの話です、これ。でも不思議と無天を持つと提灯がやりたくなるみたいな。やっぱりおすすめの釣り方は提灯ですか。まあそうは言っても浅い棚やっても面白いんですよ。はい、っていうのは大型のヘラがいる管理釣り場とかでも浅い棚で無天を使うと意外に張りすぎ入れが少ないんですよ。ほう、はい、これ不思議なことにやっぱり、しなやかな中に粘り強さがあるっていう。はい、はい、あ、そういうことなんだ。はい、ちょっと今1投目で釣れなかったんでマイナス10点になりましたか。いいヘラだ。さあ取れた。今のなんか糸なりが良かったですね。これいいですよ。この曲がり見えてるかな。こうぶれないっていうか本当にこう曲がってる。ね、胴ぶれしないでしょ。胴ぶれしないです、本当に。多分これ食ってます。しっかり食ってるんですけど、ほら食ってるんです。センターバッチリだ。素晴らしい。食ってるんですが、今のこのね胴ぶれの常さが本当にいい竿だな、楽しいなっていう魚とのやり取りが。魚がきちっと沖から出てきたでしょ。そうですね。はい。そうか、それもまたやっぱりこういう竿の良さなんですね。すいません、マイナス10点から始まったんですが90点までいきました。90点。はい。残り10点をどう埋めていただくかなんですけど、ちょっと対岸からちょっと取らさせていただくんですが、その時に生井沢さんが思うヘラブナの引き味、釣り味、それの楽しさ、ちょっとそれを語っていただいて、残りの10点を埋めていただいてもよろしいですか。わかりました。はい、楽しみにしてください。まずこの僕の思うヘラブナ釣りっていうのは
所作じゃないけどやっぱり釣り姿っていうものは大事だと思うんですよね。でその釣り姿っていうのはじゃあどれが正しいわけでもなく、もう十人十色あると思うんですけど、やっぱりこう気持ちいい釣りができるそのサポートをするのが竿だと思うんですよね、はい、一番は。で釣り味っていうと引き味だけかと思うんですけど、この無点の良さっていうのは魚を竿がこう上げてくる、ヘラブナ独特の小気味よいコツコツっていう引き味っていうのかな、あれが多分本当にこうパワーロッドなのに手に伝わってくる、そこがこう感じれるパワーロッドっていうのはなかなかないと思うんですよ。はい、硬い竿っていうのはゴツゴツ感が残ると思うんですけど、この無点って硬いんじゃなくて、パワー粘り強さがある、そんなものをこう感じれる竿っていうのは本当にこういうパワー系ではなかなかないと思うんですよね。はい、それがこう感じれるんじゃないかなと僕的には思うんですよ。はい、だからね、こう深中やってこの深い棚から魚を上げてきた時の独特の味わい、それがこの無点っていうのは最大限に、釣り師に伝えてくれるんじゃないかなって僕は思います。はい、いや、来た、いい当たり。おー、ナイスです。センターバッチリか。このコクって上がってくるロキからいいヘラですね。おセンターバッチリ完璧です。さすが持ってる男は違うな。いいヘラでかいしセンターバッチリ。ちょっと最後に、このいいヘラブナをカメラに向かっていいですか、ぶつ持ちしていただいても。これはいいヘラですよ。それいいヘラですね。最後にふさわしい締めくくりですね。ありがとうございます。これで10点を埋めていただきました。ありがとうございました。いや本当に無点すごくいい竿なので、ぜひ皆さん店頭で見ていただいて、そしてね店頭で触っていただくのもいいですよね。そうですね、ぜひ触ってもらえれば、さらに良さが分かると思いますんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。生枝さん、一日ありがとうございました。お疲れ様でした。荒法師無点、もうリニューアルということで、もう使わさせていただきましたけど、やっぱり今回の5代目、次数も変わってるし、さっき言ってた株理論だとか、R のかかり方、全然違くて、進化してますよね。と思います。今日ね、金谷さんは、大和でもなく、中立というかね、今回本当にもうはっきり言ってくれって言った形での100点もらってるんで、絶対っていうことはないと思うんです。これはものに対して。ただ本当にね、お手にしていただいて、後悔がないような竿になってると思います。だからぜひね、金谷さんの言葉にも後押ししてもらって、ちょっと忖度があったかもしれないですよ。いやでも実際問題、本当にいい竿でした。これは間違いない。これは間違いないです。竿の性能もそうだし、やっぱ見た目も、もう細部までこだわってるので、僕は1本お手に持っとけば、一生使える竿だと思うので、僕は買って後悔してません。本当にいつも竿をバージョンアップしていただいて、僕らを楽しませていただいてありがとうございます。いや本当にありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。はい、また今後とも呼んでください。はい、わかりました。ぜひよろしくお願いします。今度さっき途中、ちょっと動画で使ってるかどうかわかんないんですけど、千代田湖だったり、高滝だったり、そういったちょっと大場所で釣りましょうとご一緒できれば。無点のね、さらなるこうパワーというか、無点のこう凄さをまたね、野釣りでもこう体感してもらいたいので、ぜひ一緒にありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあぜひ声優子さんもう見ていただいた通り、すっごい大きいヘラブナ、綺麗なヘラブナたくさん釣れるんで、無点を買っていただいて遊びに来てみてください。はい、それでは生枝さんありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。